皆さんこんにちは。シミカバー研究同好会の成田藤江です。私は1975年生まれの49歳です。私の肌質は乾燥肌よりの混合肌です。皮膚は薄めで、キメは細かめです。肌の色は標準よりもやや明るめです。私は一番の悩みはシミですが、小鼻の毛穴にも悩んでいます。というわけで、今回は最近私がやっている小鼻の毛穴ケアと毛穴カバーメイクがテーマです。私が今使っていてお気に入りの毛穴アイテムをご紹介します。毛穴ケアで一番大切なのはやはりクレンジングだと思います。去年気に入って3本ほどリピートしたクレンジングがあって、それがこれなんですけど、最近またこちらを久しぶりに使い始める機会がありまして、使ってみてやっぱりいいなと体感しました。と言っても正直これを使ったからといって全く毛穴が消えてなくなるっていうわけではないので、やっぱり毛穴カバーメイクは必要になってきます。なので最初に最近お気に入りの毛穴カバーメイクをした後にこちらのクレンジングを使ってメイクを実際に落としたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。今はシミカバーメイクをしているのでシミが目立たないかもしれませんが、すっぴんを見たらびっくりしちゃうかもしれません。はい、これが私のすっぴんです。洗顔をしてスキンケアをしただけの状態です。これが問題の小鼻の毛穴です。それでは小鼻の毛穴カバーメイクで最近お気に入りのアイテムをご紹介します。スキンケアをして日焼け止め化粧下地を塗ってあります。日焼け止め下地はラロッシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップのローズです。ほんの少しだけ眉毛とアイラインとリップを塗っています。まずは化粧下地をご紹介します。四季のホワイトスキンベールです。ジャータイプの化粧下地です。気に入って使っているので底見えしています。ふわっとしたスフレのような質感です。指に取ってこちら側の小鼻にくるくるっとなじませます。塗った瞬間テカリが消えて毛穴をうまくぼかしてくれます。塗ってない方と比較するとこのような感じです。小鼻だと少し分かりにくいかもしれないんですが、おでこに塗るとかなり違いが分かります。こちら塗った方はかなりテカリが抑えられています。こうやると分かりやすいかもしれません。どうでしょう。かなりはっきり塗っている方と塗っていない方で違いが出ています。私はそんなにたくさんプライマーを試したことがあるわけではないのですが、この下地が塗った瞬間一番毛穴をきれいにぼかしてくれるなと感じました。ただこの下地はファンデーションを上に重ねると少し毛穴落ちしたり毛穴が目立ったりすることがあります。ファンデーションとの相性があるのかもしれないんですが、こちらの化粧下地はファンデーションを塗りたくない日に使うのがいいかと思います。シミが少なくて小鼻の毛穴だけが気になるような方のノーファンデメイクにおすすめかもしれません。もう一つ下地をご紹介します。セザンヌの毛穴レスコンシーラーです。こちらはチューブタイプです。とてもサラサラとした質感に変わります。こちら側の小鼻に塗っていきます。サラサラすぎず少ししっとり感もあります。
左右で比較してみます。ホワイトスキンベールはこれだけの単体使用でも綺麗に見えます。セザンヌは塗っていないよりは綺麗ですが、これだけだと毛穴は隠れていません。上にリキッドファンデーションを重ねます。リキッドファンデーションを手の甲に出し、ファンデーションブラシに薄く取ります。断面が平らにカットされた資生堂のファンデーションブラシ131です。ポンポンと毛穴を埋めるようにいろいろな方向からブラシを当ててファンデーションを塗ります。やっぱりホワイトスキンベールの方はあまり綺麗にファンデーションがのりませんでした。一方でセザンヌの方は比較すると綺麗にファンデーションがのっていると思います。離れて見る分にはそれほど両者違いを感じないかもしれません。現在この2つのプライマーも試しているところです。ビムのキープコンフィデンスプライマーとパシオのポアスムースプライマーです。こちらの2つはまだ買ったばかりであまり試していないんですが、もしよかったらまた今度動画で紹介したいと思います。毛穴カバーメイク最後のアイテムはこちらのパウダーです。他にも3種類のパウダーと比較したのですが、こちらのビムのパウダーが圧倒的に毛穴が目立ちませんでした。ちなみに比較したパウダーは左からクレドポーボーテプードルトランスパラント M、 真ん中がパシオエアリーステイパウダー、右側がコーセーメイクキープパウダーです。こちらのパウダー初めて使った時、毛穴がすごく綺麗に隠れてびっくりしました。ビムビューティーのキープコンフィデンスパウダーです。ルースタイプのパウダーでメッシュになっています。厚みがあってふわふわのパフがついています。このパウダーはとっても粒子が細かいです。粉を取ったらよくパフに揉み込みます。手の甲で少しなじませます。ではつけます。小鼻の脇はパフを半分に折ってしっかりキュッキュッと上から押さえるようにこすらないようにします。ホワイトスキンベールの方はムラになってしまっているんですが、こちら側は本当に綺麗に仕上がっています。動画だと毛穴が見えていますが、実際に目で見ている分には毛穴はさほど気になりません。普段ここまで接近して毛穴を見られることはないと思います。 YouTube で皮膚科の先生が姿見で見て気にならない程度の毛穴であればそこまで気にしなくていいんじゃないかとおっしゃっていました。先ほどの方法で毛穴カバーをしてフルメイクをした状態です。すっぴんとカバーメイクの比較です。こちらはメイク直後と9時間後の比較です。照明が違うので分かりにくくて申し訳ありません。この小鼻の横のあたり、ここは両方とも少しファンデーションが溜まっています。全体的にすごくテカテカとテカってはいますが、白くポツポツとしたような毛穴落ちのようなものはなく、そんなに嫌な崩れ方はしていません。私流の毛穴カバーメイクいかがだったでしょうか。あまりメイクが得意ではないので参考にならないかもしれませんが、少しでも良かったと思ったらいいねボタンを押していただけると嬉しいです。次は私が最近気に入っている毛穴スキンケアをご紹介します。まずはクレンジングをご紹介します。このマナラのホットクレンジングゲルは毛穴をケアしながらメイクを落としてくれるクレンジングです。実はこちら提供でいただいたものです。私はスキンケアアイテムは実際に丸々1本使い切って気に入った場合のみ PR をお受けするというポリシーなのですが、こちらは去年すでに個人的に気に入って実際に3本もリピートしたものだったので紹介したいなと思ってお受けしました。
それではメイクを落としていきましょう。1回に使う使用量は直径 2.5 センチ程度です。乾いた手で使用します。手や顔が濡れているとメイク落としの効果が弱まってしまうことがあるそうです。このような鮮やかなオレンジ色のゲルです。テクスチャーはこのような感じです。こちらすごくいい柑橘系の香りがします。私はこの香り大好きです。手のひらで軽くすり合わせて柔らかくします。この時点でちょっとポカポカとしてきました。顔全体に広げてくるくると円を描くように優しくなじませていきます。香りもすごく爽やかで、とっても私はこの香りが好きです。顔がポカポカしてきました。この温かくなる使用感が他にはなかなかないんですよね。すごく気持ちがいいです。夏場って意外と冷房で冷えますし、どうしてもシャワーのみになりがちですよね。このクレンジングゲルは暑い日でもストレスなく温めるケアができるのが嬉しいです。クレンジングをしながらマッサージもできちゃうっていうのがとっても手軽でいいですよね。一時期マッサージは刺激になるのでお肌にあまり良くないっていう話もありましたが、最近は適度な刺激はお肌にいいという研究結果もあるということです。ここにあるダイナミックベルトという筋肉を刺激するのがいいってテレビでやっていました。こういう感じですね。ここを刺激すると毛穴にいいんだそうですよ。お肌になじませたので洗面所で洗い流していきます。はい、洗い流してきました。オイルクレンジングと同じように水に近いぬるま湯でまずくるくると乳化させて、しっかりメイクが浮き上がってきたら洗い残しのないようにすすぎます。このクレンジングはダブル洗顔が不要なのでめんどくさがり屋の私にはぴったりです。今洗い上がって何にもつけていないんですが、全然突っ張っていません。しっとりお肌がもちもちしています。ちょっとトーンアップしたような気がするところが気に入っています。少し気になる点としては、香りは好みが正直分かれるかもしれません。でも私はこの柑橘系の爽やかな香りがすっごく気に入っていて癒されています。ウォータープルーフ系のメイクにはポイントメイクリムーバーが必要です。クレンジングとしては少しお高めに感じる方もいらっしゃると思いますが、ダブル洗顔が不要で洗顔フォームを買わなくて済むので、結果的にはお財布に優しいんじゃないかなと思います。こちらはクレンジングゲルと一緒に入っていたアイテムなのですが、気に入って最近毎日使っています。忙しい朝にぴったりの朝用の拭き取り式の洗顔料です。最近は夜はホットクレンジングゲル、朝はモイストウォッシュゲルと合わせて朝晩使用しています。拭き取りには珍しい乳液のようなテクスチャーです。拭き取りっていうと化粧水っぽいものが多い中で乳液タイプって珍しいですよね。こちらもほんのり柑橘系のいい香りがします。コットンで拭き取ることで毎日自然に角質ケアができちゃいます。すっきりしたいっていう方には少し重たく感じるかもしれませんが、さっぱりしながらすごくしっとり潤う仕上がりなので、乾燥肌の方におすすめなのではないかと思います。次は拭き取り化粧液をご紹介します。ベネフィークのリセットクリアです。こちらは何本かリピートしています。今はマナラのゲルで綺麗にクレンジングされて角栓が出ていないんですが、
毛穴プライマーを使用した日は白いポツポツとした角栓が出ることがたまにあります。そういった時にこちらの拭き取り化粧液を使っています。これはリセットクリア専用のコットンです。角質や汚れを絡めて取る仕組みになっているそうです。結構たっぷりめに使います。顔全体に優しく伸ばしてからくるくると優しく螺旋を描くように拭き取ります。こちらも香りがすごくいいんですよね。私の勝手なイメージでなんとなく高級な温泉旅館とかで使われてそうな香りっていう感じがします。すごい勝手なイメージです。気に入ってはいるんですが、少し刺激が気になる時があります。カネボウの拭き取りも気になっているので、これが使い終わったら次はカネボウを試してみたいなと思っています。次は修練化粧水です。こちらも毎日使っているっていうわけではなくて、先ほどご紹介した拭き取り化粧液を使った後とか、ちょっと毛穴の開き気になるかなっていう時などに気分で使っています。クレドポーボーテのコレクチュールエサンシエル N です。こちらはよーく振って混ぜてからコットンに出して使用します。ちなみにコットンもクレドポーのを使っています。優しくなじませるようにパッティングします。こちらは何とも言えない資生堂っぽい香りがします。これも個人の勝手な感想なんですが、お分かりいただける方いらっしゃいますかね。ざらつきが気になる部分は優しく滑らせます。この修練化粧水は少し日焼けしちゃったなっていう時も気持ちがよく使えます。毛穴カバーメイクについてのまとめです。今まで私はあんまりパウダーが好きではなくて使っていなかったんですが、やっぱり小鼻の毛穴はマットにパウダーで仕上げた方が目立ちにくくなって綺麗な気がします。鼻は顔の中心にあって目立つので、ここの部分が綺麗にメイクで仕上がるとやっぱり気分が上がります。毛穴スキンケアについてのまとめです。普通の洗顔だけではなく、こういったコットンを使った拭き取るケアを取り入れることによって毛穴もすっきりするし、見た目も当社比ではありますが前よりも綺麗になったような気がします。毛穴を埋めるプライマー系のものを使うと白い角栓が出てしまうことがあります。でもこちらのマナラのクレンジングを使っていると小鼻の黒ずみが少し気にならないような気がします。これはメイクをしていない時にマッサージクリームのような感じでも使えるので、日焼け止めだけの日など洗顔フォームだけでは落ちているかちょっと不安だなっていう時にもいいですね。私はやっていないんですけれども、松江区も OK だそうです。毎日使うクレンジングとしては少しお高めに感じるという方は、たまのスペシャルケアアイテムとして使うのもおすすめです。他にはない使用感とこの香りに癒されるので、使う日がとっても楽しみになると思います。こちらのマナラのホットクレンジングゲル、通常だと税込み4180円です。今なら2990円でお試しできます。これは定期ではなく買い切りなので、面倒な解約手続きもなく気軽にお試しできます。しかも4日分の豪華なスキンケアサンプルセットがついてきます。オールインワン美容液のモイストタイプとノーマルタイプの2種類、それと美容液洗顔料、こちらは動画でもお伝えしました拭き取るタイプの洗顔料モイストウォッシュゲルです。そしてこのモイストウォッシュゲルを拭き取るためのオーガニックコットンもついてきます。このお得な機会にぜひお試しになってみてください。こちら案件ではあるんですけれども、去年3本もリピートしてますし、
やっぱり使ってみてこの感じがすごい好きだなって思いました。夏場はこの柑橘系の香りがすごい爽やかでいいし、冬場は冬場でこのポカポカした感じがいいので、他のクレンジングもいろいろジプシーはするんですけれども、1本常備しておきたいなって思いました。私の最近のお気に入りの毛穴カバーメイクと毛穴スキンケアはいかがだったでしょうか。あくまでも私のお肌での感想なので、もしかしたら合わないという方もいらっしゃるかもしれません。私は正直あんまりメイクやスキンケアが得意ではないし、詳しくはないのですが、何か少しでも参考になったと思ったらいいねボタンやコメントをいただけると嬉しいです。チャンネル登録もお待ちしています。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバーイ。